本動画は10月11日より公開中のジョーカー続編、ジョーカーフォリアブの本編の内容や結末に触れるネタバレありの動画となっています。1話のみ YouTube で無料配信中なので鑑賞をしてからの視聴を強く推奨いたします。以上を踏まえてお楽しみください。ジョーカーというよりアーサー・フレックって感じの映画だったな。続編と思えないちぐはぐ感。前作は狂気と現実が曖昧だったのが今回すごくわかりやすい。そこががっかりって人はいると思う。見てきた。退屈すぎてひどい。退屈なのもそうだし、前作の否定にすらなってないのが一番ダメだと思う。ひたすらにつまんないだけだからクソ映画としても低レベルなのが笑う。冒頭のアニメがすでに前作否定から入ってるから内容もそうなるんやろうなってうすうす気づくわな。2時間超は長いと思うけどどうよ。2時間どころか1時間半に収まったろこの内容とは思った。フォリアブ見てきた。2000円と2時間溝に捨てるつもりだったけどミュージカル以外は結構いいなと思った。アーサーが罪認めるシーンとかちょっと泣きそうになった。でも終わり方がな。押してたミュージカルダメなの。普通にホアキンも歌うしガガはめちゃくちゃうまいけど入れ方が微妙というか、いちいち眠くなる。アーサーさん古い歌たくさん知ってて偉い。ホアキンが歌わないって批判見たけどなんだったんだ。前評判当てにならんな本当に。クソ映画をクソ映画として叩きに行くつもりで言ったのに。ガガの歌が下手って意見もあったけど全然上手かったな。ガガの曲を普段聴かないからわからんかったけど、力強く歌うところとかめっちゃ良かった。要はミュージカル部分が失敗だったってことか。歌ってるシーンはアーサーの妄想世界として切り分けてたからわかりやすくて良かったよ。狂気をミュージカルで表現するのは悪くないと思ったよ。問題はそれが長すぎて飽きること。せめて妄想パートが現実で起きたことなら少しは盛り上がったと思う。しっかり打足だった。DC 映画と比べるとシャザムよりは全然おもろかった。それ相当面白いだろ。シャザムより面白いは相当ハードル上がるぞ。個人個人の感想に文句は言わんけどシャザムより面白いはだいぶ上積みだぞ。つまりマーベルで言うとハルクくらいの面白さ？マダムウェブとどっちが面白い？こっちの方がオッとなる作品かもしれないけど見てて楽しい時間はマダムウェブの方が断然長い。そもそもマダムウェブとこれじゃジャンル違いすぎて比較しようがねえ。あっちは割と王道なヒーローオリジンだ。スースクよりは面白いらしいな。スースクと比較されてる時点でかなりヤバいな。映画の出来そのものは良くても観客の望んでいた展開とは違うからクソ判定されてそう。もしかしてマジでオチが気に入らないから全部クソでしたよされてたの？オチは賛否分かれる上で道中がかったるいからじゃ。単純な感想で申し訳ないが裁判所と刑務所のシーンが多く画面が変わり映えしなくて楽しくない。クソつまんないミュージカルシーン長い。体感小1時間くらいあった気がする。ことあるごとに流れてるからなアーサーの思考逃避の表れなんだろうけど。ジョーカーとガガが歌ってるシーンがバカ多かったけど踊って欲しかった予告の裁判所前で踊ってるシーン本編にないし。あれなかったよな。いつ来るんだろって思ってたら終わってた。マジかよ。ファンが期待したのは刑務所から脱獄してジョーカーとして暴れ回る姿だったんじゃねの。まあ一作目からバットマンの世界のジョーカーとは違ったけど一作目でも最後の方は完全にジョーカーになってたよな。1のノリで見に行くとダメって感じでこれ単体ならまあいいんじゃないってなるやつ？単体だとただの鬱屈した映画になるぞ。これだけ見るとひたすら鬱屈した映画だけで前作好きで見るとダメージ受ける二重構造。なんなら前作のうまくぼやけてた部分もやっちゃったから前作にもダメージがいくというね。じゃあネタバレにならない程度に良かったところ教えて。ガガ様が見てるのはジョーカーであってアーサーに用はないエンド。誰しもアーサーに興味を持たず興味を持つのはジョーカーだけ。その期待に応えるためアーサーがジョーカーとして振る舞おうとする痛々しさ。恋人できて舞い上がったジョーカーがかわいそうかわいい。近所に住んでるだけの新ママ親子と付き合う妄想するぐらい女に飢えていた男だからね。その後のことを考えると笑える。ミュージカル場面でもちょいちょいリーさんにおめえじゃねえんだよ、みたいに突っぱねられてていたたまれない。ガガの色仕掛けで独房に侵入してきたガガと SEX したりジョーカーのメイクしたまま裁判受けること認められたりするガバ世界観。1で綺麗に完結したのに続編作るとはな。作るつもりがないのに1500億円稼いだせいで作らされたというか。最後のあれで間違いなく1の続編だって思ったわ。ラストあたりの山作りで、で歌と裁判所爆破からの刺されるまでの流れだけは好き。そこだけかな。話としては好きだけど多分流行らないよなって気はしてる。見に行く側もジョーカーを期待してるだろうなって。
公開遅れるのかよと思ってたけどジョーカーとしての続編を期待してたからアメリカで先にボロクソ言ってくれたおかげでなかなか楽しめたわ。X では好評だから。X を見てると日本人には合うけど米国人には合わない感じっぽいな。批評サイトのスコアを見てから覚悟して見に行くとそこまでひどくはないけど並程度の面白さ。映像はマジで綺麗でカメラワークもうまい。では俊明が望んだ理想のジョーカーにって作る必要ないって答え話か？アーサー君のジョーカー卒業おめでとうムービー。人生も卒業したな。アメコミのジョーカーを期待するとがっかりだしアーサーに感情移入すると鬱になる。どうすりゃいいのよ。ジョーカーを祭り上げた連中は相変わらずでみこしになったジョーカーだけが破滅するという救いのない。アーサー好きだったからすごく悲しくなる映画だった。アーサーはまともなのに求められるのは狂った姿だもんな。まとも。人を喜ばせたいってのは本当なんだよな。番組にネタキャラを求め続けられてすり減ったコーダッスムみたいなんやな。コーダッスムを最近見ないと思っていたが心がぶっ壊れてメディアに出てこなくなっていたのか。ジョーカーじゃないアーサーは無価値だと観客に突きつけ続ける映画やった。映画のジョーカー共振者とスクリーン前の観客が同じ感想になるのを狙ってるならおもろい。クラウザー様ではモテモテだけど根岸はモテないみたいな話か。まさにその通りで草。違いがあるとすれば根岸は本物のガチクソ野郎ってことか。まあ根岸だって警察官助けたりとか妹の結婚式祝ったりとか前世の部分あるし。アーサーもお人よしな部分こそあれど我慢しきれず人殺しする部分もあるのでまあ。銃が悪いよ銃が。アーサー君はハエも殺せない優しい子だったのに。とりあえず母親はやっぱクソ。妄想に付き合わないで病院連れて行ってやれよ。虐待を訴えたのに母親に返した施設もひでえよな。シリアルキラーじゃなくて社会と家庭環境で人殺しを選んだっていうのが悪い意味で影響を与えやすいキャラクターだったんだろうな。なんか盛り上がってる連中がキモくでうざいから冷や水ぶっかけたった。いいか悪いかは置いといて前作否定したくて作った感はネタじゃなく本当にあった。制作側からしたら前作は違う。そういうつもりじゃ。って持ち上げられ方したからな。それ今でもやったけどホアキンはそのつもりだったのか？ホアキンは素で容疑者ホアキン・フェニックスとか作る人だから何もわからん。キャリア積んではぶっ壊してという生き様はダークナイトのジョーカーが札束の山にガソリンぶっかけて燃やすみたいでかっこいいな。安野によるお体の突き放しみたいなもんか。弱者はレディガガなんぞとイチャコラならんしジョーカーはなんもないおっさんやし。面白いサスペンスアクションやらスプラッタホラーなんかもない。お前ら弱者を楽しませてたまるかという作品やろな。急激好きでこれも好きなオチだったからもう一回見るって言ってた年は聞いたけど刺さる人には刺さりそう。あれほどの狂気性はないが確かに急激にちょっと似てるかも。冷や水ぶっかけたいというより悪いことしまくったんだから報いは受けろよって感じな気がする。前作のようなカタルシスはないけどいい思いできたからいいだろっていう気持ちもある。ダークナイトのジョーカーが神格化されたのって勝ち逃げしたのもあるのかも。見たかったの現実と妄想の中での狂気のジョーカーなんよな。1で憧れた模倣犯でまくって社会問題になったからにしょうもない最後にするしかなかったのか。これもある種のポリコレか。たけしの映画だって最後は死ぬか刺されて終わるからな。間違ったメッセージを社会に広めたら下手すや制作側が殺される。前回もジョーク映画として作ったのに出来が良すぎて感化される人が多すぎたからな。デッドプール&ウルヴァリンに抜かれるまで R 指定一番売れた映画だったしな。お前らはジョーカーじゃなくて偽物のただの犯罪者だよ。バーカっていう制作の思いが見えた。バカに現実を突きつける映画。コッポラ、フィリップス監督は常に観客の一歩先を行き、予想外のことをしてきました。嘘は言ってなかったな。この作品は日本でも山手線の無差別殺傷とかを起こすきっかけになってるからそこに切り込んで前作を否定するような内容にしたのは制作も思い切ったな。なんか教育的やね。憧れちゃったアホ多いんやろな。1は真似する奴が多く出てしまったからね。2の制作はしっかり仕事してるな。あとアーサーが早漏すぎて声出して笑いそうになったわ。ナイスジョークや。まああの年でまで童貞なら。死ぬ前に恋ができてセックスもできたんだから知的障害者の殺人犯としては上々だわな。なんだかんだ死刑執行からも免れたし、私刑されてる。再現ドラマ作ってもらってテレビに出て人気者になって恋人ができてセックスもした。いい人生じゃねえか。ハーレーの言うように何者でもない奴が大多数だ。報いを受けろ、は被害者の家族だった。憧れてたけど幻滅させやがって的な意味なのか。多分後者。
ハーレーと同じで自分の理想と違ってがっかりだからじゃないかな。ハーレーは見捨てるだけで終わったけどホンマモンは楽しめなくなったら殺しそう。それがラストの囚人だよな。そして理想を現実にするために自分が次のジョーカーになるという。熱心で積極的な信者よりああいう影で見守ってるやつほど裏切られた時の行動が怖いよな。熱心な信者くんが完全にジョーカーの腰巾着で、調子に乗って歌い出して締められたりとか痛いやつの特徴を描き出すのがうまいわ。アーサーに憧れてずっとくっついてた男はあっけなく看守に殺されて後ろからその二人をにやけながら見てた男はのうのうと生き続けるって世の中うまくいかないね。さすが本場の刑務所。手加減も蹂躙も看守の気分次第だ。妄想の中で裁判長ハンマーで殴るのダサすぎて草。子供が妄想で暴れ回ったり、正義のヒーローになるのを可視化したような感じだったな。最後までハーレーに振り回されるジョーカーというかアーサーは良かった。囚人と自由に会えるハーレーは何者なんだ？再現銃警戒の強制入院の E 棟ではなく自主入院の再警備警戒の B 棟に入居してるお金持ちで医者のコネが利く気違い。まあ医者の娘で両親が健在で人間ウォッチングで自分でアーカム精神病院に入院したってのは、唯一の両親の弁護士の調べで語られてるからあの世界では本当だと思う。アクセサリーもちゃんと当時のエルメスのアクセが無造作にメイクルームにあったから経済的にも困ってない。一丁羅のスーツのアーサーと違ってシーンごとに服も違うしね。ジョーカーに憧れたハーレーの方が狂ってるというね。正直別人かとか思ったけどきちんとがっつりハーレーだった。みんなジョーカー見たかったんであってアーサーはどうでもよかったんだなって。作中でジョーカーに惹かれる人はいてもアーサーに惹かれる人はいない時点でもう、ゲイリーがいるだろ。ゲイリーの証人喚問とかだいぶ感情ぐちゃぐちゃになる。ゲイリーの証人喚問のとこもアーサーの葛藤を感じてよかった。隣の黒人女性。再現ドラマ見た信者から嫌がらせされました。同僚の証人。もう一人が刺されたとこ見てトラウマです。湾にいた証人や妄想の相手だった女性が出てきたけど大変だなって。あいつら出てくると思わなかったけど直接的ではないにしろジョーカーの被害に遭ってる人を出したのは良かったね。なんだかんだアーサー助けようとしてたの弁護士だけだった。弁護人の人は本気でアーサーを助けようとしてたのにな。どんどん悪い方に転がされていく。本当に助けようとする人の忠告は無視してももてはやす方の言うこと聞いちゃうのよくあることだけど悲劇よね。今まで女性関係のなかった奴があの美人に救世主みたいに崇められたらそうもなる。女って怖いな。ただ6人殺しておいて病気だから無罪ってのもダメだけど。アーサーとして接してたのはアーサーとゲイリーだけだったな。ジョーカーとして見に行ったらつまらんけどアーサーフレックの話として見たらそこそこ面白かった。ミュージカル部分は意味わからんけど、映像も綺麗だしジョーカーとしか見られてないアーサーは自業自得とはいえかわいそうだったな。だからこそ最後までアーサーとして接してたゲイリーの証人尋問で心が動いたんだろうなと。アーサーが折れてジョーカーはいないって言ったのが残念だった俺はハーレーか？ゲイリーをいじるネタ用意してたけどペンで消した演出は良かった。あそこでアーサーに戻ったのかな。1は階段ダンスのシーンだけで元取れる。あそこはいけてたよね。前作唯一のミュージカルシーンのあの階段でジョーカーとして終わりを迎えるのがなんとも。ミュージカルとしての出来や挿入の仕方が良くなかったのは確かなんだけどミュージカルが狂気として扱われてジョーカーやめたいアーサーがハーレーに歌うのやめてくれ。ってなってるとこすごく良かったとしうんだよね。まあこの頭に障害を持った男がバットマンのライバルになれるわけないよねっていう。ホアキンは幻想の元ネタではあったん。みんなが夢見る幻想にはあんたじゃ足りないのよまとな。ホアキンの見せたジョーカーがゴッサム市民とアーカム収容者を狂わせてまだ見ぬヴィランが多数出てくるきっかけにはなってそう。ただジョーカー本人はみこしに乗るだけの覚悟も力も結局なかったけど、アーサーはちょっとタガがあの時外れただけで今までずっと社会の枠に必死に頑張ってすがりついてきた人だからジョーカーになりきれるわけないんだよね。というかなりきれたら1で精進病の人見逃さないし。自分に優しかったという理由だけで見逃すなんてジョーカーならやらんしな。背を伸ばしてやろう。って言って首をデブと交換してあげて爆笑して写真をパチリだ。このジョーカーの世界でも10年後くらいにバットマンが活動を始めるから多分、誠のジョーカーの登場はそっからよ。でも後のジョーカーになりそうな人の伏線は出てきたね。英才教育されそうな。アーサーは怪物じゃなかった。けど感化された奴はどうかわからないっていう嫌な予感いいよね。よくない。
裁判所爆破した猛者がハーレーでも2代目ジョーカーでもなく名もなき犯罪者ってのが最高に狂った街だな。ジョーカー見てくれたか？俺がやったんだ、とかもないからマジで怖い。結局真似する偽物が一番あかんという結論。やっぱあれだな。ゴッサムって街がやべえんだな。ゴッサムがシャレにならないくらい今のアメリカもやばい。サンフランシスコとかカリフォルニアとかゴッサム超えてない？正直クソだと言われてるミュージカルパート以外はアーサーの物語としてはありな設定かもしらん。アーサーが悪のカリスマになるってどう考えても無理があるし、アーサーに影響を受けた誰かがジョーカーになってバットマンと戦うことになるだろうってのは落としどころとしては悪くないのでは不評の大部分はミュージカルパートに集中してるし、何のカタルシスもなく最後バカ笑いする真のジョーカーに刺されて終わるってのは美しいと思ったけど前作のアーサーに感情移入できてた人ほど打足と言っちゃうのもわかる。ジョーカーとして君臨するより優しいモブとして死んだ結末は尊重したい。言うほど悪くないかもだけどミュージカル要素が最悪にテンポ悪くしてるわ。オチもなんか弱いし。ジョークとしてアーサーが殺されるってのは綺麗だとは思うけど前回よりインパクトには欠けるわな。ジョーカーや愛知でありアーサー・フレックの生涯でもあった。ラストのあいつ自分の口を切り裂いてたから多分あいつが2代目として次のジョーカーになるのかな。優しくて力もないジョーカーじゃコミックのジョーカーになり得ないし、G 流検察官もトーンフェイスに離れない。だからこの世界の初代ジョーカーはこれでおしまい。真のジョーカーにバックグラウンドも何もないただの狂人。ちゃんとまとまってたよ。まあアーサーがいないとジョーカーの幻想をゴッサムのポンコツ市民どもに植え付けられなくて本当のジョーカーが生まれなかったからその一柱になったアーサーの物語としてはいい完結だわな。アーサーはこの世界におけるジョーカーの起源になったってことだろ。そのジョーカーのシンボルを継承した別の人間が未来で成人したブルースのバットマンと死闘を繰り広げることになる。このまま続けてバーサスバットマンになるよりは良い終わり方だった。アーサー見て次のジョーカーがってのもわかりやすいしね。